どうも、マロです。今回はですね、世界遺産に登録されているホテル、ブルーマンションに泊まりに行きたいと思います。ペナンでは、世界遺産に登録されているホテルは2つあって、そのうちの1つですね、こちら、ブルーマンションになります。正式名称はチョンパッツィということですが、ブルーマンションといえば、誰でも分かるので、分かりやすいですね。エントランスはあちらになって、ちなみに外観はですね、このようにブルーマンションと言われているように青く染められております。インディゴブルーですね。このようなインディゴブルーに染められて、結構目立つような外観ですね。では早速チェックインしに行きたいと思います。こちら若干暗いですけども、中はこのようになっております。こちらにソファーや椅子などがありますね。エントランスから入って左側に、受付がありますね。では早速こちらでチェックインしたいと思います。ウェルカムドリンクとしてナツメグジュースいただきました。はい、今回は、こちらの部屋ですね。タウキーですかね。こちらの部屋にアサインされました。ブルーマンションの部屋は面白いことに一つ一つ部屋に名前がついていて、前回泊まった時はオールドキッチンという名前でしたけども、今回はタウキーですね。じゃあ2階でしたね、フロアは。こちらの鍵を使って今から入りたいと思います。こちらの鍵なかなか重くてドラクエに出てきそうな鍵ですね。ではこちらを開けて入りたいと思います。真ん中にキングサイズベッドがありますね。でこちらにテレビがあります。ベッドはこんな感じですね。枕クッションが結構ありますね。枕が多分4つにクッション3つ。どう使えばいいんでしょうか。こちら、バティックですね。マレーシアの伝統工芸品。こちらにワークデスクがあります。ワークデスクの上に、水ですね。水2本があります。でこちらにはブレックファスト、朝食のメニューですね。朝食のメニューをこちら記入形式で、後でフロントの方に渡すということになっております。バスルームはこんな感じになっております。こちら洗面台ですね。洗面台の隣に、ティッシュと、こちらアメニティですね。歯ブラシや、ソープ、石鹸とかですかね。シェーバーもありました。クラシックっていうブランドが使われてますね。こちらがトイレになります。バスタオルはこのようにおしゃれなはしごみたいなところにかけられてますね。このようにかけられてます。そしてこちらがシャワールームになります。シャワーヘッドはこんな感じですね。で蛇口ひねるところが少しおしゃれですね。せっかくなので今からブルーマンションを散策したいと思います。いや、壁一面インディゴブルーに染まってて、いやめったに見ない建物ですよね。色ですよね。そしたらランタンですかね。使われてないランタンが置いてあります。こちらが螺旋階段ですね。螺旋階段こうなっております。上から見るとこんな感じですね。今から降りたいと思います。
結構急でちょっと足が悪い方にはちょっと危なそうですね。1階にも泊まる部屋があるので、もし足が悪そうなら1階の部屋をリクエストすれば多分大丈夫じゃないでしょうか。おしゃれですね。で引き続き散策したいと思います。この屋敷の真ん中に今から行きたいと思います。真ん中こんな風になっております。こちらコートヤードと言われているところで、こちらちなみにレストランにもなっております。朝食会場もこちらになりますね。テーブルや椅子もあるので、そちらで朝食をいただくことになっております。じゃあもう一つの屋敷の方を見ていきましょうか。もう一つの屋敷はこんな感じですね。池がありますね。もう一つの屋敷にはこのような池があります。こちら色は先ほどの屋敷に比べたら若干薄い色ですね。薄いブルーになっております。こちら今工事中なんですかね。こちらに大きなソファーもあります。じゃあ先ほどと同じようにこちらの屋敷の2階に向かいたいと思います。で廊下はこのような作りになっております。作りはやっぱり似てますね。左右対称なのかもしれません。色は若干こちらの壁は薄いですけども、こんな風な屋敷になっております。こちらテーブルや椅子も置いてあります。おしゃれですね。こちらもこちらにも、大きなソファーあります。階段はこんな風になってます。こちらブルーマンションには、猫もいるみたいですね。あら帰っていっちゃいましたけども可愛いですね。これから夕食を食べにファインダイニングレストランのインディゴレストランへ向かいたいと思います。こちらのインディゴレストランはコートヤードの階段から2階に上がったところにあります。前菜としてトマトスープをオーダーしました。パンもついてますね。そしてこちらはメインのローステッドチキンとフォアグラになります。そしてこちらは締めのデザートチーズケーキになります。食後はブルーマンション内にあるバーにやってまいりました。こちらはハッピーアワーのドリンクです。そして店内はこのようにおしゃれな基調となっております。せっかくなのでこれから夜のブルーマンションを探検しに行きたいと思います。夜のブルーマンションの外観はこのようになっております。こちらがエントランスですね。中に入ってみたいと思います。
ライトが落ちてるのでちょっと暗いですけども、こちらからコートヤードに行きます。こちら夜のコートヤードですね。暗いですね。螺旋状の階段を使って2階に行きたいと思います。こちらの階段ですね。こちらには大きなソファーベッドもあります。その上には赤いランタンがあります。2階の廊下ですね。これになっております。以上、夜のライトアップツアーでした。昼間とは違って夜も違う風景が全然楽しめます。いかがでしたでしょうか。ではこれから部屋に帰ってゆっくりしていきたいと思います。では、おはようございます。今日は、外は晴れてますね。では今から朝食を食べに行きたいと思います。朝食は、ブルーマンションの真ん中コートヤードでいただきます。こちらですね。こちらにテーブルがあります。朝食がやってまいりました。こちらエッグマスタードサンドイッチですね。それに、こちらは、バーベキューバン、バーベキューの肉まんみたいなもんですかね。それにこちらパンケーキ、結構大きいです。クリームがたっぷり上に乗ってるパンケーキですね。こちらが来ました。では早速これらをいただきたいと思います。朝食美味しかったです。サンドイッチもしっかり卵の味が染み込んでて、で野菜はどれも新鮮でした。パンケーキ甘すぎない美味しさでしたね。いや、朝食良かったです。こちらの猫はブルーマンションで飼われている猫で、ジンジャーという名前だそうです。ではこれからチェックアウトの準備をしに行きたいと思います。今回の総括といたしまして、昼間のブルーマンションと夜のブルーマンション、全く違う表情が見れました。昼間にも、インディゴブルー輝いている外観でフォトジェニックな写真が撮ることができます。夜は、ランタンなどライトアップなどまた違った表情が見ることができるので、そちらでもまたフォトジェニックな写真を撮ることができます。こちらとあとこちらにある階段ですね。こちらの階段とフォトジェニックな写真を撮ることができました。では時間も迫ってきたのでこれから、チェックアウトしに行きたいと思います。フォトジェニックな写真だけではなく、歴史に興味ある方、古いアンティークが好きな方にもぜひお勧めできるホテルです。こちらのホテルは、イースタンオリエンタルと並んでペナンに2つしかない世界遺産に登録されているホテルですので、
貴重な体験がこちらではできます。そういった方にこちらぜひお勧めできるので、こちらに泊まられてみてはいかがでしょうか。では。